皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は自由なポーズで木彫りを彫る方法を解説していきます。この動画を最後まで見たら、角材から自由自在に形を彫り出す工程がなるほどとわかると思うので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは木彫りに役立つ情報を発信しています。木彫りに興味があるよという方はチャンネル登録よろしくお願いします。今チャンネル登録者数3万人を目指して頑張っているので、ご協力よろしくお願いいたします。前回の動画では木彫りの基本として直立したムーミンを彫りながら工程を解説しました。今回は自由なポーズを彫るということで少しだけ応用編です。応用編ってなんだか難しそうと思うかもしれませんが、考え方自体は同じです。考え方、つまり木彫りとは木材から余計な部分を取り除いて目的の形にするということです。今回も手順を知れば、なるほどそういうことねと納得できると思うので、この動画で正しい手順を知ってください。それでは今回の工程を発表する前に、前回の基本の工程をパパッと振り返りましょう。木彫りの基本の彫り方はこちらです。正面と横からの絵を描き、正面からの余計を取って側面からの余計を取る。くっついてきた余計も取って斜めを取る。表面の余計を取って仕上がり。そういう流れでした。それでは今回の工程はこちらです。基本の工程と比べると、下絵を描く、正面の余計を取るまでは同じです。そこから7、仕上がりまでは3、4、5、6と違う工程となっています。それでは各工程を解説していきながら、前回の工程となぜ違うのか、どう違うのかを見ていきましょう。1、下絵を描く。下絵は全ての工程で一番大切な工程です。いきなり紙に書き出す前に彫る作品のテーマを決めましょう。テーマとは自分の頭の中にある彫りたいもののイメージです。今回の動画で彫る木彫りのテーマは自由なリトルミーに少し手を焼くムーミンにしました。テーマが決まったらあとは楽しみながら絵を描きます。使う木材が決まっていたら木の幅や高さの枠を引いておくと絵が描きやすくなるのでおすすめです。基本的に自由に描いていいのですが、一つだけ考えておいてほしいことがあります。それは一番手前に来るポイントと一番奥に行くポイントです。これは後々の工程で必要になってきます。今回描いたムーミンの下絵はこちらになります。一番手前のポイントはムーミンの右腕。一番奥のポイントは体に隠れていますが、ムーミンの左腕だと思います。この絵は正面の絵になります。この場合の正面とは、モチーフが前を向いている面ではなくて、彫り終わって飾るときにこちらを向いている面を正面とします。ここで前回の動画を見てくださった方は、あれと思うかもしれません。基本の彫り方の時にあった側面からの絵が今回はありません。今回の自由なポーズを彫る方法では、正面の絵だけで彫っていきます。そして側面の絵がないということが先ほど比べた工程で違いが出た原因です。詳しくは3番目の工程でまた改めて説明します。2、正面の余計を取る。型紙を作ったらそれを木材に移します。表面を移したら裏面にも移します。両面移せたらこれで準備 OK。手で取る場合は入り墨にノコギリを入れて下絵以外のところをのみで取ります。今回はバンドソーで取ります。はい、正面の余計を取るができました。3、正面の高さの順番出しをする。ここからは前回と違う工程になります。正面の余計が取れたら木材を横から見てみましょう。四角です。ただただ四角です。前回はここで側面図の型紙を使って側面の余計を取りましたが、今回は側面の絵がありません。ではどうやって横から見た時の余計を取るのか。まずは横から見た時の前側の余計を取っていきます。一つ目の工程、下絵を描くの時に決めた一番手前に来るポイントを木に移します。そこから2番目に高いポイント、3番目の高いポイントと順番を出していきます。この順番を出す時のポイントが2つあります。まずは浅く順番出しをすること。彫る前に考えていた高さの順番は実際には間違っていることがよくあります。間違って彫っても修正できれば問題ないので浅く彫ることがポイントです。もう一つのポイントは細かく彫らないことです。この段階ではあまり細かく彫りません。この絵で言うとミーの鼻やミーが引っ張っているムーミンの尻尾と手の段差、そういう細かいところは
いちいち分けずに大きな面で掘ります。この段階で細かく掘っても後々全て消えてしまいますし、大きな面で掘った方が完成した時の出来が良くなります。正面の高さの順番が浅く出せました。浅く高さが出せたので、一度横から見てみます。横から見るとまだほぼ四角です。この掘っていないところは全て余裕になります。余裕の状況を見ながら浅く出した順番をもう少し深く取り直します。とりあえずこのくらい取り直しました。次の工程に進みます。4、後ろから絶対にいらないところを取る。前側から順番出しをしましたが、前側からだけだと限界があります。ある程度取れたら、次は後ろから絶対にいらないところを取ります。彫刻刀から色鉛筆に持ち替えて、いらないところにマークをします。絶対にいらないところにマークして、そこを取ります。4、後ろから絶対にいらないところを取りました。5、正面の高さを決める。後ろから少し取ったことで全体の雰囲気が少し出てきました。もう一度正面からの高さを見直します。今度は細かいところも掘って輪郭も作っていきます。後ろ、横からの様子も見ながら正面からの高さを決めます。正面からの高さが決まりました。6、後ろ、横から見た時の違和感を取る。正面から見た時の高さが決まりました。後ろや横から見た時に余裕が大きすぎて形が変だったらそこを取ります。ただ、まだ仕上げの工程が残っているので、ギリギリまで取りすぎてしまうと失敗してしまいます。全体的に仕上げをする余裕を残して形を作ります。6、後ろ、横から見た時の違和感を取るができました。これで状態としては前回の動画の工程の5番目、斜めの余計を取ると同じ状態になりました。あとは共通する最後の工程、仕上がりをするだけです。7、仕上がり。形ができたので、あとはひたすら整えていきます。まだ表面にはいらない余計がたくさんついています。それを彫刻刀を使ってシェイプアップしてあげましょう。360度全体をきれいに違和感なく仕上げることが大切ですが、正面から見た時の仕上げに特に力を入れます。表面が仕上がりました。刻みを入れれば、ムーミンとミーが仕上がりました。まとめ。それでは改めて自由なポーズを木彫りする時の工程を振り返ってみましょう。下絵を描く、正面の余計を取る、正面の高さの順番出しをする、後ろから絶対にいらないところを取る、正面の高さを決める、後ろ、横から見た時の違和感を取る、仕上がり。この工程で作業すると角材が自由なポーズで木彫りを彫ることができました。今回はムーミンとミーをモチーフに自由なポーズを彫る方法を解説しました。感覚的な説明も多くなってしまいましたが、皆さんが好きなポーズを木彫りするときに少しでもお役に立てたら嬉しいです。この動画が役に立ったという方はチャンネル登録をお願いします。もっと専門的な木彫りの情報が欲しいという方はメンバーシップに登録いただくとすでに木彫りをしている方向けの動画を上げているのでぜひご検討ください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。